亀ちゃん、今日もよろしくお願いしはい、ます。よろしくお願いします。実は当店ですね、はい、最近3クッションのラシャを変えまして、はい新しく、はい俗にサララシャね、新しいラシャ、はいで、難しいんだよな、滑るからとかいうセリフ聞いたことあると思うんですよ。で、亀ちゃんももちろんサララシャをついた経験もあって、なんかいつも違うなと思って、じゃあ何かを工夫しなきゃいけないのか、でもどういう工夫すればいいのか、どうして滑ってると難しいんだろうみたいなね、いうのあると思うんですよ。で、僕らが、プロ選手っていう立場の人がどういうふうに考えて、どういう対策を練ってるのかっていうのをいいですね、いいですね。ちょっとご紹介しようかと思うので、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実はですね、これがこの張り替えた新しいラシャ、綺麗ですね。綺麗でね、もう気持ちがいいんですけど、走るコースが少しずつ違うっていう経験してると思うんですよ。で、実際何が起きてるのか。で、サララシャって皆さんとは思わないんだけど、ここが新しい。でも本当はここも新しいけど、ここも新しい。そうですね。そうですね。クッションね。これが実はサララシャが難しいと言われるゆえんだっていうことをご紹介しようと。で、亀ちゃん、右ひねりと左ひねりどっちが好きですか？あんまり差がない。どっちも差がない。さすがですね。通常ですね、通常って言ったらおかしいですけど、例えば半年1年経ったようなラシャですと、これ今真ん中にポイントが置いて、タンクッションに向かってまっすぐつきます。で、マキシマムをつきます。例えば、右ひねりでしたら、こちらにこうきますよね。で、うちの張り替える前のラシャは、ここに来ました。第3クッションがここでした。で、じゃあ今、亀ちゃんこれを、右をマキシマムついて、ここへ向かってまっすぐついてみてください。少しこっちでしたね。少しこっちでしたね。今すごくよくひねれてると思うんですよ。それでも、こちら側に来ましたね。これ、なぜかって言ったら、このファーストクッションが手玉のひねり、横回転をあまり噛まなかったから、本当はもっとこっちに来るはずなのに、こっちに行ったんですよね。で、これが手玉はたくさんひねってるのに、ここが滑ってるんですよね。そういう考えなんだ。そうなんです。なので、こういうコースは、ひねっても、あんまりひねりが出てくれない。いや、なんか皆さんが言う、滑ってるっていうのは、ラシャのこと言ってると思ってたんですけど。そうなんです。こっちに注目しがちなんですけど、コースを左右してるのは、やっぱりこの刃先なんですよね、クッションの。で、じゃあ、こういうことが分かると、じゃあどうすればいいのかってことですよね、今度は。そうですね。じゃあ、ここで一つだけ例を紹介します。こういう配置がありました。手玉が白で、赤の右に当てて、単、長、単で黄色に当てようっていうトライをしようと思った時に、もし、タンクッションにまっすぐにこう垂直に入れて、いくらか左をひねってこうやってトライする線を引くこともできますし、あらかじめもう少し斜めにこうやって入れて、もう少し少ないひねりでトライすることもできますよね。
じゃあ、かめちゃんこれ、今一番最初についていただいたやつを踏まえると、はい。この形をこうトライするときに、タンクッションに向かってまっすぐ出発するプランがいいのか、それともこう斜めに入れるプランがいいのか、どちらだと思います？僕は今後者の方で、今置いてある配置の方がいいんじゃないかなって思って。その通りです。ああ、よかった。さすがです、かめちゃん。よかったです。よかった。よかったです。もう、タンクッションにまっすぐ入れてって言ったら何を聞いてたんだっていう。結局、その、いつもの知ってるコンディションと違うわけですよね。なので、こう出発してしまうと、はい、ここがどれぐらいひねりを噛むのか噛まないのかわからない。はいはい、そうですね。はいはい。それに対して、こうやって出発できれば、はいはい、ひねるとしても少しですし、はいはいはい、そうですね。これは通常今までやってきたのとあまり変わらないんじゃないかってことになるので、こういう配置が来た時には、ファーストクッションに斜めに入れてなるべくひねりたくないなと。そうすると、まあ、変化が少ないので、コンディションの影響を受けにくいわけですよ。なるほど。そう、コンディションの影響を受けにくいっていうのがいいってことなんですね。そうです、そうです。だから、その、サララ社を読み切って作っていうのもあるんですよ。でも、そもそも読まなくてもいい組み合わせを考えるっていう。ああ、なるほど。例えば、ノーイングリッシュはいつもノーイングリッシュ。はいはいはい。そうですね。ですよね。なので、結構、できる。こういう台でもあんまりひねってないんだったらそんなに変わらないんじゃないかって思う。で、ひねりが増えれば増えるほどそのクッションの影響を受けやすいわけじゃないですか。それっていうのはちょっと危なくて、なんかホームテーブルでいつもついてればなんか知ってるからできちゃう。でもいざこういうふうに状況が変わったとか、試合で違うお店でプレイするとかなった時に、自分のお店オリジナルショットみたいなのは危ないわけですよ。いつでもどこでも大体近所行くためには、例えばこの配置で言えば少ないひねりをチョイスしてくださいってことになりますよね。じゃあ、果たして、今、タンクッションにまっすぐ入れましたけど、まあ、3クッションって大体回していく球多いじゃないですか。そうですね。そうですね。で、じゃあ、かめちゃんこれ、よく言うね、コーナーから3ポイントに入れると、こっちの方の、コーナーの方に来ますよっていう、これご存知だと思うんですよ。うん。これじゃあついてみましょうか。今の話を元に考えると、どうなんでしょう。行くのかな。まあ実験してみましょうか。そうですね。ね、まずはついてみましょう。右をひねって、この3つ目のポイントに入れてみてください。コーナー行きましたね。でいつも通りですかね。いや、ちょっと調整しちゃいました。はい。ちょっとひねりを抑えちゃいましたね。なんでそういうことするのそういうことを、だから、いつもと違うことはやらないんですよ。いつもと同じようについてください。いつもと同じようだと、もう絶対当てろって言ってるわけじゃないです。あ、そういうことです。どうなるかを見ようねって言ってる。あ、そうです。失礼しました。いつもはこんな感じです。それね、いつもね。いつもそうやってる、確かに。見たことある。今日も見た。今日も見ましたね。すいません。失礼しました。どうですか？あんまり普段と変わんなくないですか？本当だ。そんなに変わんないですよね。本当だ。で、じゃあ変わらないのか。じゃあ、かめちゃん、コーナーからコーナーに、ひねりいっぱいだと、ここに来るのはご存知ですよね。ここ。じゃあ、ついてみましょうか。コーナーですね。そう。
まあ、ほんの少しこっち側に来るぐらいで、でもそんなに大きくは変わらない。変わんないですね。ですよね。で、今度タンクッションの真ん中から超クッションのコーナーにひねりいっぱい。はい。この角度。はい。で、普通に。で、はい。張り替える前でしたらここに来ました。はいはいはい。コーナーコーナー。そう。こうなると、こちら側に外れちゃいましたよね。はいはいはい。出発がこういう斜め。はい。何度かわからないですけどね。はいはい、こういう、まあ、角度で出発した時には、あまり差がなかったんです。で、コーナーからコーナーの角度。これでもあんまり差がなかったんですよ。はいはいはい、でも、この角度になった時、途端に、ここに来ると思ってたものが、こちらに来たわけですよね。これは、1クッション目はあんまり関係なくて、1から2クッション目に入る角度の問題。これは一番最初のやつ、この角度ありました。この角度って実は第3ポイント。この次にこのタンクッションの真ん中に向かうんです。こういうふうに走るんです。そうですね。はい。そうすると、この角度で入ったから、まあ、ちゃんと開いたんですよ。で、コーナーからコーナーの角度とか、一番最後についていただいたやつなんかは、もう実はこの短い距離の間ですけど、角度、入射角、タンクッションに入る角度がかなりこう垂直近くなっていきますよね。ああ、そうですね。そうすると、一番最初についていただいたような、この角度でどんなに頑張ってひねってもっていうところに行くわけです。なので、サララ車、新しいラ車でも関係ない角度と、影響を受けやすい角度があるっていうことなんですよ。だから、何でもかんでも全部滑るみたいなのではなくて、この角度は気にしなくていいとか、この角度は要注意っていうのがあるってことなんです。で、僕らはそれを気をつけながら、こういう角度だから、いつもよりこうなるんじゃないかっていう読みで、それはあれですか、こうなるリスクが、長くなってこういう滑ってしまうというリスクがあるから、例えば場合によっては取り方も変えるっていう選択肢も出てきます、出てきます。ああ、そうなんだ。こういう特性を生かした取り方っていうのも出てくる。ああ、なるほど。はい。でもやっぱり、ここも違うけど、ここも違う。なるほど。なので、ここの違いも確かにあります。ここが新しいから、こういうことが起きる。あります。一つだけ紹介します。ついて映像になって分かりやすいか分かりにくいかが難しいので、とりあえず言葉で説明しようと思います。はい。手玉が黄色で、白の、例えば、左半分当てました。で、俗に言う押し玉。厚み半分ぐらいになったら押し玉をつきますよね。で、手玉が前進します。で、押し玉ですからこういうカーブしますよね。こういうカーブ。これが、ここが滑ってますよね。なので、手玉は前進回転してるんですけど、空回りして、いつもよりもこちら側に出やすいですよね。なるほど。ここの間が滑ってるから。ラ車を噛んで、すぐに前に行くというよりは、回りながら横に、俗に言う弾けた感じに。で、その後で押しになる。ので、こう、分離の感じが少し違うんです。これも、そのサララ車の特徴で。なるほど。だから、このボールとボールの、コンタクト、その後の動きも違うし、刃先も違う。この両方が違うことが少し違和感につながる原因なんですね。
でもこうやって何が起きてるかを考えれば、じゃあこうすればいいんじゃないかっていう対策は立てますよね。立てられるようになっていくので、まあ、こういうコンディションも何ヶ月も続くわけじゃないので、この張り立ての今を結構こう練習しておくといいなと。ほっとくとね、いつも通りになっちゃいますから、すぐ。そうですね。そうです。これは俗に面白い状態で、たくさん当たるわけじゃないかもしれない。いつも通りにつけないから。でも勉強にはなる。ちょっと一点だけ質問していいですか？いや、今のそのサララシャだと一回弾けてこういう風な形になるよ。これ第一的玉は結局厚みは一緒なんだから、そのサララシャとそのサララシャじゃない時って使い込んだ時とこの分離するこの先玉の行き先っていうのは変わらないんですか？ファーストクッションまではほとんど変わらないですけど、クッションに入った後はだいぶ違います。ああ、なるほど。だからしなかったキスをしたりとか。あ、そういうことなんですね。そうです。ああ、そこか。なるほど。納得しました。そうですね。まあこういうコンディションは本当に突き慣れることが難しくてすぐに落ち着いちゃうから。なのでこういう状態の時に何が起きててこういうふうに走るのかを考えながらつくと、理解も深まって、こういうコンディションが例えば嫌いだったけど好きになるかもしれない。そうですね。まあラシャが新しければ全然違う台に見えちゃうじゃないですか。そういう時になぜそれがそうなってしまうのか。すごくよくわかります。まあこういうことなんですね。ちょっとまた練習して。そうですね。今のうちにこう覚えておいた方がいい。そうですね。最近ほら世界に出ていくとかね、世界の神戸とか言ってるから。言ってない。世界出ていくとこういう状態やっぱ好きにならないといけない。ああ、了解です。なるほど。まあいろんな台でつけれるのが、いろんな状態の台をつくのが一番。そうです。いろんな状態の台でついてなおかついろんな状態でもあまり変わらない勉強することなんですね。組み合わせを。よくわかりました。また勉強してみてください。ありがとうございました。亀ちゃん、今日はそのサララシャ、新しいラシャで何が起きてるのかっていうのをご説明させていただいたんですけど、やっぱりこう違うなと思いつつ、いつもと違うなと思いつつ、でもいつもと同じ組み合わせでやっぱりトライするじゃないですか。そうですね。で、そこから何かを得たいんですよ。そうですね。いつも通りついて今自分としては当たっても良さそうな手応えだったのに、だいぶ違うとこ行ったなっていうことがまあまあ起きますよね、サララシャって。その時に何が起きてるからそうなったのかを考えると、少しずつ対処法が分かっていきます。だから外れているものが結構大きいんですよ。そうですね。そうです。で、または自分の組み合わせ、そもそも疑うこともあるんですよ。いつもこう取ってるんだけど、これもともとあんまり良くない組み合わせなんじゃないか。なるほど。本当にいい組み合わせだったら、この状態のラシャでも、もうちょっと近所に行くんじゃないかとか、疑ってかかって、今まで自分ができると思って知ってると思ってた組み合わせを一回おさらいしてみるっていうのは、そうですね。いいかもしれない。そうですね。優しくないんですけど、ちょっと時間をかければ理解できるようになると思うんでね。またぜひ積極的にサララシャを。そうですね。もう世界に行くためにはもうこれぜひトライしてみてください。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。